こんにちは、ぴよぴっこです。前回の紙の型紙作りに続いて、今回はお顔の刺繍の手順について改めて解説したいと思います。準備するものはこちら。刺繍枠、貼らない刺繍シート、刺繍糸、針、そして図案を書き写すためのフリクションペン。私が愛用している手芸道具リストのリンクを概要欄に記載しているのでチェックしてみてくださいね。肌の生地にはリトルクローゼットさんのソフトボア、同じくリトルクローゼットさんの刺繍糸を使いますが、お好きなものをご用意ください。刺繍枠は顔の型紙がすっぽり入るサイズがおすすめです。それより一回り大きい肌の生地と同じサイズの刺繍シートを用意します。まず刺繍シートに刺繍図案を書き写します。フリクションのシナジーノック03を使っています。色分けしておくと見やすくて便利ですよ。前髪も刺繍したいので一緒に書いておきます。伸縮性がある生地はとても刺繍がしにくいです。ソフトボアは若干の伸縮性があるので、念のため刺繍する範囲の裏側に薄手の接着芯を貼っておきます。伸縮性が抑えられるので刺繍がしやすくなりますよ。刺繍する位置を確認してアイロンで接着しました。前回の動画で作った型紙を使って前髪の生地を裁断します。裏側に書き写すので、アシンメトリーな前髪の場合は左右を反転させて写してくださいね。毛足のあるボアやファーの紙で前髪を刺繍する場合は、はみ出た毛足をきれいにカットしておきましょう。刺繍枠にセットします。肌の生地、紙の布、刺繍シートの順に重ねて刺繍枠にセットします。ピンと張るように生地の端を引っ張ります。紙の生地が刺繍図案とずれている場合は、裏側から針を使って微調整しましょう。刺繍シートがずれないように縫製ラインをざっくりとしつけ縫いします。前髪を刺繍する場合は、前髪の刺繍ラインも合わせてしつけ縫いします。これで準備ができました。この動画ではステッチの詳しい解説はいたしません。基本のステッチを解説した動画がありますので、わからない方はチェックしてみてね。片目を刺繍しました。同じように左目も刺繍してみますね。今回使うリトルクローゼットさんの刺繍糸は、一般的な25番刺繍糸より細くツヤがあるのが特徴です。細いので刺す回数が多くなり、少し大変ではありますが、整然と刺すことができれば、まるでミシン刺繍のような仕上がりになります。25番刺繍糸を使う場合のやり方は、こちらの動画を参考にしてみてくださいね。まずは一本取りのアウトラインステッチで色分けしながら図案を縁取りしていきます。下縫いといって
これをしておくことで刺繍のシルエットがきれいに揃いやすいです。1ミリ以下の世界ですが、線の内側を刺すように意識しています。下縫いは必須の工程ではありませんが、刺繍シートがずれるのを予防するしつけ糸の役割もあるので、大きなパーツだけでも刺しておきましょう。表からは見えないので、縫い目の大きさは結構適当です。二重のラインやお口を刺繍する場合は、細かく丁寧なアウトラインステッチで刺します。面を埋めていきます。下縫いをまたぐように2本取りのサテンステッチで刺繍します。糸がねじれていると美しいサテンステッチになりません。ねじれないように注意しながら糸が平行になるようにしましょう。目打ちを使うと揃えやすいですよ。糸を引く強さも大切です。強すぎると突っ張って図案が縮んでしまったり、逆に弱すぎると糸が緩んで浮いてしまいます。布の上に置いていくようなイメージで刺しましょう。このゴールドの糸を使うときは必ず1本取りにしています。糸の表面が薄い金属で覆われているような糸なのですが、負担がかかると表面が剥げてしまいます。2本取りは避けて、できるだけ糸に負担がかからないように刺繍することが大事かなと思います。今回はすべてサテンステッチで面を埋めています。ロング&ショートステッチを使いたい場合は、こちらの動画をご覧ください。縫いのお顔刺繍に関しては、YouTube 動画のほか、書籍でも解説しています。お顔の図案ごとに手順を解説している縫い刺繍の本のほか、初めてぬいぐるみを作るという方は、こちらのブキッチョさんも完成できる一番優しい押し縫い作り方ブックもおすすめです。13センチ縫いの型紙付きで、縫い作りの基本を解説している本です。前髪の刺繍を手縫いでされる方は、そのまま続けてサテンステッチで刺繍してください。ミシンがある場合は、ジグザグ縫いで代用することができます。刺繍枠を逆向きに挟み直しておきます。今回のジグザグ縫いは縫い目 0.3 ミリ、振り幅2ミリです。振り幅は細い方が繊細な仕上がりになりますが、縫い落としのリスクが上がるので気をつけましょう。少しコツが必要ですが、手縫いよりも時短になるので、
ミシンをお持ちの方はチャレンジしてみてくださいね。前髪の刺繍も完成しました。刺繍シートを取り除きます。この時刺繍部分がほつれないように気をつけましょう。フリクションペンのインクが目立っている場合は、ドライヤーなどの熱で消しておきます。以上が縫いのお顔刺繍の工程になります。刺繍については過去の動画でも解説していますので、作業のお供にぜひご覧くださいね。次回はご質問の多かった手縫いでもできる立体刺繍について解説したいと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピヨピッコでした。